多分同じことになると思うんですよ。紫、青。ずーっと金銭的に援助はしてたんですけど、性格は優しくて人に利用されやすいっていうか。負担逆に取れたっていうか、それ今までがストレスやったんで。皆さんこんにちは。関西クリーンサービスの太田です。本日はですね、とあるお姉様からの SOS です。セルフネグレクト状態になってしまったお姉様の弟様のお部屋です。お部屋がね、ゴミの山になってしまって、お姉様が気づいた時もうそれはもう一人ではどうしようもできないと。なんとか弟様が再出発、新たな人生をということで、どうか助けてほしいということでご依頼をいただきました。今日ワンルーム 1K の片付けで、なんかゴミ屋敷になっているというところで、分別も大変ですけど、お客様から家の鍵を探してほしいということで、聞いてます。この状況から鍵を探すので、しっかり見てもらって、あと分別ですね、しっかりしてもらって、ではこちらが弟様のお部屋になります。早速中確認していきますね。失礼します。結構玄関から、ペットボトルであったりだとか、郵便物、飲食系の、ゴミが多い。高さもそんなにないんですけど、ビール結構好きなのかな、お酒とかそういうのが本当にいっぱいありますね。ご本人様も分別、する意識はあったんでしょうね。袋には入れてるので、ペットボトルはペットボトルでっていう、片付けたかったけどやっぱりなかなか、もうここもうつきそうです。やっぱ高さは徐々に上がっていってます。やっぱり気にはしてたんでしょうね。パイプミッシュとか、カビキラーとか洗剤はあるので、これあれですよね。そう、お風呂のただ、お風呂見てもらっていいですか。こっち、ここがお風呂ですね。浴室、浴槽の中、真っ黒ですよね。本当ですね。ここももうペットボトルであったり、掃除のね、洗剤であったり、本当に入り混じっているような状況ですね。ここしか開かない。まとめてるんで、やっぱりご本人様も気にはしてたかなと。几帳面にちゃんとスーツもかけて、お仕事で着てたのかわからないですけど、上にはもうお酒と調味料が。ここ多分基本おそらくですけど、衣類系、洋服とかの山になってそうなので、この辺は結構やりやすいかなと。高台に住んでる時もね、それで追い出されてここ見つけたんですけどね、そしたらなってるやろうなと思ってたんですけど、ちょっと後回しになっちゃって、もうちょっと早押したらよかったかなと思ってたんですけど、ずーっと金銭的に援助はしてたんですけど、支援住宅がある施設があるらしいんですけど、人とちょっと一緒に過ごすっていうのが難しいみたいでね、嫌やって言ってたんですけど、役所の人がちょっとお姉さんから説得してくれいうことでね、それで事情を聞いたらゴミ屋敷になってて、
でもう入って寝れない状態やからね、会社のとこの倉庫の車の中で寝てた言うからね、家賃何も使ってない家賃をずっと払ってたんかと思ってね。もう家なくなった方が支援しやすいんでっていうことで、また多分同じことになると思うんですよ。ちゃんと掃除もできへんし。大手とか調べたんですけどね、ちょっと何件か電話したんですけど、ちょっと対応が遅くて、で関西クリーンサービスさんに行き着いて、で見積もりの方も感じよかったんでね。出せるか。いけます。もともと寄っていただいたところ。服も多い。こちらの現場初めてご覧になった時に、はいどんなこと感じました？片付け自体は結構すぐ終わりそうかなっていう感覚。ただ飲食系が多かったのでパッと見が、結構虫いてそうだなとか、もしかしたら下べちょべちょになってるんじゃないかなとか、いろいろ考えましたね。結構まとまってるもの多かったので、早いかなと思ったんですけど、ほじくったらめっちゃ細かいものばっかりだったっていう。お酒好きっすね。お酒が本当に好き。ゴミ屋敷になる方の共通する点って何かあったりするんですお仕事が忙しくて、か？はいはい。帰ってくるの夜になったりだとか、そうなってくるとゴミ出しもできないし、鬱になったりだとか、結構本当にシンプルに片付けれないっていう方もいらっしゃるし、最初本当にね分別もいっぱいしてて、ね、まとめてもいてるし、ちゃんとやろうっていう気ではあったんですけど、そこで終わりなんですよね。もうこう外に出すっていう作業がもうめんどくさいってなってたのか、難しいですよね。難しい。ほんまにだってね、苦手な人に「お前片付けろや」って言って、それだけでもストレスですよね。そうですね。ほんまに無理な人は無理やろうし、下もパンパンですわ。ベッドのベッドの下もパンパン。もうゴキブリというゴキブリがおらん。虫が全然おらん。途中経過いかがでしょうか？早いです。はい。玄関付近とキッチン付近。今言ったちょっとお風呂は置いといて、もう足の動線も確保できたので、結構早いですね。で、奥も、まだまだ残ってますが、ここが終わったんで、昼からもう全員で、書かれるかなと思うので、順調は順調ですね。ちなみに鍵は見つかりましたか？いやー、まだなんですよ。そうなんです。もしかしたら多分やっぱこっち。多分メインはここでね、寝たり食べたりしてはったと思うので、この辺の周辺から探せればなと思います。流れないですね。詰まってるんですか？で、色が最悪すぎて中見えないっていう。ジーパンの色か。ジーパンですか？色抜けてる。アボカドや。ほんまに？
なんすかそれ。多分家の鍵ですね。ここそれは分からんっすね。これは分からんっすね。よかった、めっちゃ嬉しい。これでお客様に鍵ありましたよと伝えれます。嬉しいですよね、こういうのは。逆に取れたっていうか、それ今までがストレスやったんで、もうお金のことばっかりでね、でゴミ屋敷のこともずっと気になってたんですよ。だからもう向こうの施設に入ってもらってもう負担取れたから逆に今は楽かなって感じです。全部それでも終わりやでいう感じで。では、本日作業の方終了いたしました。ありがとうございます。ご確認よろしくお願いいたします。中が見える。やっぱりこう下見ての通り結構な見ついてますよね。ハウスクリーニング入らさせていただくんですけども、一旦ゴミを回収できるっていうところで、この部屋の変化なんですけども、こちらもすべて綺麗なとこ綺麗なままやねんね。そうなんですよ。こういうゴミのせいやね、やっぱり。シャワー下で結構湿気とかそういうのでやっぱめくれてたりとか、もう板がふにゃふにゃになってたりするので、お客様から探しいものということで鍵見つかりました。ありがとうございます。絶対無理やと思ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、先ほども確認したんですけど、はい、ちゃんと閉まる。ありがとうございます。これちゃんと返せます。はい、ちゃんと返せます。これお渡ししておきます。はい、ありがとうございます。よかったです。ありがとうございました。お部屋ご覧になっていかがですか？もう、ゴミがなくなっただけでもなんかすっきりしました。グリーンサービスさんに頼んでよかったです。はい、ありがとうございます。初めてゴミ屋敷見た時ね、もう開けたらゴミでもう山でね、あんな汚いのやっていただいてほんまに申し訳なくて、本当にありがとうございます。はい、大変だったでしょ。ありがとうございました。本当にすっきりしました。お疲れ様でした。なんとか、作業が終了いたしまして、先ほどもお客様にご確認をいただきまして、家の鍵も見つかりまして、すごく喜ばれてましたし、もう本当にこれをどうするかっていうすごく心配されて、すごい悩まれてたので、もう本当に心の負担っていうのがもうなくなりましたということで、もう本当に嬉しかったです。本当関西クリーンサービス様にもご依頼してよかったですっていう言葉もいただけましたので、みんなで今日頑張ってよかったかなと思います。最後までちょっとね、綺麗にするっていうところも心がけてお仕事終わればなと思います。以上、関西クリーンサービス太田でした。